こんにちは。今日は裾からリブ編みを始めるセーターを作っていきます。これは少し前に編んだセーターです。裾から細編みでリブ編みをしていって、次にこの向きに模様編みをしていきます。これを4枚同じものを用意します。それを縫い合わせてセーターにします。この作り方で編んでいくと、最後にちょっと複雑なリブ編みをしなくて済むので簡単です。で、それは同じ作り方なんですが、少しだけ袖口を狭くしました。可愛い形になっています。これは太めのモヘアで作っているんですが、今回は少し細い糸、このちょっと細い糸で少し繊細な模様編みをしていきます。この糸はダイソーさんのフラッフィーのソフトグリーン 35g で約107メートル、材質はアクリル 100%、使用かぎ針の目安は7号。これを今回7号と10号を使って編んでいきます。このリブ編みの部分だけ7号、他は10号を使います。で、この糸はこんな感じの糸になっています。少しだけモヘア調になっています。で、太さは1.5 ぐらい、この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針、よかったら一緒に作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。まず裾のリブ編みをしていきます。このリブ編みの段数について考えていきます。このリブ編みの段数は、この横幅に必要なステッチの数の一つ少ない分、私は横幅52センチで67の66、一つ少なくなっています。この一つ増やす方法は後で紹介します。で、私は身長160センチで L サイズ。今回も L サイズぐらいで作っていきます。L サイズで50から55センチぐらい、LL で55センチ以上、M で50センチぐらい、S で45センチぐらいがいいかと思います。それは目安で、お好みによってもっと広くしてたっぷりとしても可愛いと思います。で、これは6の倍数プラス1、サイズを変える場合には6の倍数で増減します。で、増減してもここは一つ少なくします。例えばここを61にした場合には、ここは60、これが同じ糸で編む場合、私は66で67で編んでいきます。違う糸で編む場合には、作りたい幅からこの段数を決めるのは少し決めにくいかと思います。で、鎖を編んでいって、それを6の倍数マイナス1にします。で、重ねてみると、これはまあまあ同じぐらいなんですが、もしかしたらこの模様編みは少し縮むと思うので、少し長めで考えた方がいいかと思います。で、
好みの長さを6の倍数プラス1にします。その段数で編んでいきます。その段数よりも1つ少なく編んでいきます。今比較した鎖は太い方で編んでいます。針は細い方を使います。少し緩めの鎖を編んでいきます。で、私は鎖8個、長さは約5センチ。この長さはお好みで決めてください。私はこんな感じで編んでいこうかと思っています。で、鎖8個、1、2、3、4、5、6、7、8。これで鎖8個。次は細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。で、この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。次も後で見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。1つ目の細編み、次からも1つずつ。これで鎖8個に8個の細編み。次も細編みを編んでいきます。鎖1つ、裏返します。で、次も細編み。普段はこの端の細編みにこんな感じで2本の糸の下に針を入れて細編みをしてきました。今回はこの2本見えるうちの向こう側1本、これで細編みをしていきます。まずこの端の細編み、ちょっとねじって見えやすいようにして細編み、次も向こう側1本、で端まで来ました。端では普通の細編みをします。今までは向こう側1本、端だけは2本の糸の下、2本見えるうちの2本の糸の下で細編み。これで2段目が終わりました。次は3段目。2段目と全く同じです。鎖1つ、裏返して、この端の細編みに細編み、上から見て、
端では2本の糸の下、これで3段目が終わりました。次は4段目、また同じ端の細編みの向こう側1本、これを繰り返して編んでいきます。リブ編みを66段編んできました。私は模様編みの部分を67、リブ編みは66、模様編みが6の倍数プラス1なのでリブ編みは偶数になっています。次にこの部分細編みを編んでいきます。で針はまだ細い方、細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、ここでも見分けにくくなりそうだったらマーカーを、次はここ山になっている先端、ここに針を入れていこうかと思います。ここの次はこの谷になっているところ、ここにも一つ、次は山、谷、これで端まで細編みをしていきます。端まで編んできました。この細編みは66番目の細編み、67にしたいので横から見てこの最初に編んだ鎖、この端に67番目、これで模様編みに必要な細編みの数になりました。次は模様編み、針を太い方に変えます。でまずこの長編み、全部長編みだけ、少し大きめの鎖1つ、裏返します。根元に長編み、普段は鎖3つで長編みの代わりにするんですが、今回はこれで最初の長編みの代わりで、この2本の糸の下にマーカーをつけます。次から1つに1つずつ長編みをしていきます。このまま端まで長編みを続けます。ここまで端まで編んできました。最後はこのマーカーをつけたところ、端の細編みに最後の長編み、次はこの部分、鎖1つ、裏返します。根元に
細編み、で鎖、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目、長編みをします。1、2、3、鎖2つ、1、2、同じところに長編み、鎖、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、これで細編み、鎖1つ長編み、鎖2つ長編み、鎖1つで細編み、これを繰り返していきます。細編みの次は鎖、鎖2つ、1、2、鎖、1、2、3、でまた1、2、鎖、最後も足元2つ飛ばして3つ目、3つ目はこのマーカーをつけた長編み、細編み、次はこの玉編み、また少し大きめの鎖1つ裏返します。で根元に長編み、で次からこの三角に針を入れて玉編みをしていきます。まず未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで2本から引き抜いて、また未完成の長編み2本から引き抜きます。これを一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、また同じように未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、玉編みの後は鎖1つで、また未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて玉編みが3つ、玉編みの後は鎖1つ、この三角に3つ玉編みをしていきます。で次の三角、未完成の長編み、鎖、
これで3つ。玉編みの次は鎖1つ、また三角、でまた三角、これで端まで編んでいきます。端まできました。最後の玉編みの後には鎖を編みません。このまま端の細編みに最後の長編み、次はこの四角、大きな鎖、裏返して根元に長編み、で見分けにくくなりそうだったらマーカーで四角を作っていきます。鎖1つ、根元の足元1つ飛ばして2つ目、2つ目はこの玉編みの間のスリット、ここに長編み、これで四角、次も四角、鎖1つと鎖1、2、鎖、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。また四角を作ります。鎖1つと端の長編みに最後の長編み、四角ができました。次はこの長編みだけ、ここと同じです。ただ針を入れる場所だけ違うので少し編んでいきます。でこの四角の上のところ、ここに鎖があるのでここに長編み、この真ん中に針を入れて長編み、次は長編みの上、鎖、
でこれで端まで編んでいきます。このマーカーのところに長編み、次はこの細編みから始まった鎖長編み、鎖長編み、これを編んでいきます。次は玉編み3つで、また四角長編みだけ、これを繰り返していきます。こんな感じで繰り返していきます。袖を説明します。袖はさっきと少し違っていて、半分に折って袖の形にした時に袖口が少し狭くなるように作っていきます。そうすると丸くなって可愛くなります。お好みによってずっとまっすぐ作りたい時にはさっきと同じ。今回はこの少し狭くなる方法で編んでいきます。まずこの部分の幅について、私は L サイズで横幅38センチ、だいたい40センチよりも狭いぐらいがいいかと思います。体のサイズやお好みによって増減します。これで6の倍数プラス1、サイズを変える場合は6の倍数で増減します。全体を6の倍数プラス1にします。私は38センチにするために、この身ごろを見てみます。で38センチ作るにはいくつ細編みが必要かを考えます。38センチぐらいを測ってみて、この範囲にいくつ細編みがあれば模様ができるかを考えます。私はこの範囲で49、細編みが49あればこの模様が出来上がります。でそれがこの部分、細編み49で模様編みを編んでいきます。ここはまた別に考えます。こっちはまずこの細編みで編むリブ編み、これをしばらく編んでいって体に当ててみて、で好みの長さにします。で全体のバランスも考えて好みの長さ、このリブ編みの段数は偶数にします。私の場合はこれで28段、長さは17センチ、この28段に49の細編みをしていきます。身ごろを編んだ時にリブ編みをして、その次に細編みをしました。この細編みを49編んでいきます。このリブ編みの数は好みで決めます。何段でも大丈夫です。偶数であれば大丈夫です。私はこの28段で始めます。針は細い方、鎖1つ、根元に細編みで、さっきは1つに1つずつ編んできたんですが、今度は2つずつ編んで何箇所か1つにして数を合わせます。同じところにもう1つ、数を49にしたいので何箇所か1つになります。
このまま2つか1つ編んで端まで編んでいきます。必要な数だけ細編みを編んできました。次は身ごろと同じように長編みだけを編んでいきます。針を太い方に変えます。で、長編み、ここからずっとさっきと同じように編んでいきます。この長編みを端まで編んでいって、次はこの細編みと長編みのところで、次は玉編み、四角、長編みだけ、これを繰り返していきます。身ごろを編んできました。これは前身ごろ、こっちは後ろ身ごろ。長さは前身ごろが48センチ、最後は玉編みで終わっています。玉編みの数を数えていくと7個。後ろ身ごろは長さ52センチ。玉編みの数を数えていくと7個で、玉編みの次に四角と長編みと四角で終わっています。襟ぐりを作るために前と後ろはこの分違っています。四角と長編みと四角、この長さ分差ができています。だいたい5センチ。と重ねてみると、こんな形の襟ぐりにしていこうかと思っています。今表にマーカーをつけています。こっちが表で、内側を裏にして、前身ごろは表を上にして、こんな感じで作っていきます。で、マーカーをつけていきます。マーカーは前も後ろも同じ。私はこの玉編みの端から3つ目、こっちも同じで、長さは私は15、25、15、お好みのサイズにします。で、私は今回この模様が意外と繊細なので、ちょっと広めの方が合うかと思っています。好みのサイズにしてください。で、このマーカーをつける位置は、私はこの玉編み3つと3つの間にしました。で、好みの幅にするためには、ここの間でも大丈夫です。玉編みと玉編みの間、ここでも大丈夫です。私は3つと3つの間、この鎖につけました。こっちも同じ。好みの幅になったら、次は襟ぐりを編んでいきます。で、後ろ身ごろから見ていきます。で、この段差は分かりにくいと思うので、もし分かりにくかったら同じような状態で編んでいくといいと思います。私は四角の上から、今四角で終わっていて、次は裏返して長編みを編んでいきます。最後は長編みではなくて細編みで終わりにします。で、本当は長編みなんですが、その部分だけ細編み。今までと同じように裏返します。細編みをするので、鎖1つ、根元に細編み、これが最後の段になります。
最後の段は全部細編み。でこのままこのマーカーのところまで細編みを続けます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところに最後の細編み、これでストップして糸を切ります。これを糸端を後でここを縫う時に使いたいので、この部分の3倍と少し残しておきます。1、2、3、これぐらい残しておきます。で次はこっち側、この向きに編んでいきます。向きを揃えるために裏から始めます。で、新しい糸、マーカーのところ細編みをしていきます。鎖1つ、細編み、このまま端まで細編みを続けます。最後はここと同じようにこの幅の3倍と少しぐらいの糸端を残して切ります。もう一度前身ごろと後ろ身ごろを重ねました。前身ごろはこの部分を編まないで、このマーカーから端の部分、ここだけを後ろと同じように編んでいきます。この部分を四角、長編み、四角で最後に細編み。こっちもこの部分だけマーカーをつけたところ、ここから四角、長編み、四角、細編みと編んでいきます。で前身ごろを編んでいきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。玉編みの次は四角、長編み、鎖、長編み、これは今までと同じです。四角、四角、このままマーカーのところまで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。最後も四角を作ります。鎖一つでマーカーのところに長編み、ここではこの下ではなくてこの鎖に長編みをしようかと思います。これでマーカーをつけたところまで四角が編めました。次は長編みで反対側に編んでいきます。今までと同じです。このまま端までずっと長編み、最後の長編みにも長編み、次は
四角、その上には細編み、後ろ身ごろと同じようになるように編んでいきます。四角、長編み、四角、細編み、最後まで編んだら後ろの方で糸を長く残しているので、こちらでは長く残さなくて大丈夫です。で、反対側は裏返して、ここからスタートします。このマーカーのところに針を入れて長編みを始めて、で四角、その次は長編みだけで四角で細編みで糸を切ります。そこまで。次は肩を縫い合わせます。今内側が表になっています。ここは裏、こっちも裏、端から残していた糸を使って縫い合わせます。で、一つ一つ縫い合わせていきます。針を入れるのは2本の糸の下、向こうも2本の糸の下で、端から縫い合わせます。端はしっかりとさせたいので、もう一回で、隣端まで縫い合わせていきます。こことこの最後の細編み、ここまで縫い合わせます。端まで縫ってきました。端の細編みには2回針を通します。あとはほどけないように糸始末をします。反対側も同じように縫っていきます。両方の肩を縫い合わせました。次は襟ぐりを細編みで編んでいきます。で、スタートするのは縫い合わせた細編みの近くから、こことかここから始めます。で、細編みは長編みに2つ、ここも2つ、この細編みには1つと編んでいきます。まずこの長編み、細編みを2つ編んでいきます。鎖1つと細編み、長編みには2つなので、もう1つ細編み、これでこの長編みに2つ
次また長編みに2つ、糸端は編みくるんでいきます。これで2つ、次の長編みにも2つ編んでいきます。まず1つ目、次は2つ目、2つ目は2つを1つにして少し狭くします。ここと次はここ、玉編みを1つにしたところ、こことここを1つにします。まず長編みの下の方、もう一つはここ、一度に引き抜いて、で少し狭くなりました。で次はここに細編みをしていきます。この玉編みと玉編みの間のスリット、で次から細編みの次に鎖1つでスリット、間に鎖1つ入っています。次また細編みの次に鎖1つ、細編み、鎖1つ、細編み、鎖1つ、こんな形にしていきます。でこのまま角の手前の玉編み、細編みの次は鎖、細編み、次に鎖1つを編まないで、このままスリットに細編み、次はこことここで2つを1つにします。ここから糸を出して、次はここ、一度に引き抜いて少し狭くなりました。で次からさっきと同じ、この長編みに細編み2つ、1つ編んでいるのでもう1つ、この長編みにも2つ、次も2つ、で細編みには1つ、で縫い合わせたところの間隔があったら細編み1つ、なかったらそのままでも大丈夫です。で次は細編み、この部分には細編みに1つ、縫い合わせたところに1つ、細編みに1つと編んできました。でまた2つを1つにします。この細編みとこの四角を編んだ時の鎖、こことここで2つを1つにしようと思っています。ちょっと戻って、ここから糸を出します。で四角の鎖、
形にしました。次から一つに一つずつ長編み鎖長編みと編んでいきます。このままスタートしたところまで、ここではまた狭くします。肩を縫い合わせたところの手前まで来ました。またここで2つを1つにします。まずこの四角の鎖のところ、次は細編み、少し狭くなりました。次はこの縫い合わせた糸のところ、次は細編み、次は最初の細編み、ここに引き抜きます。次も細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編みで、次はこの角で3つを1つにします。ここは1つに1つ、次はこことこことここを1つ糸を出して、次もこれを一度に引き抜いて3つが1つになりました。次からは1つずつ、1つの細編みに1つずつ、1つの鎖と1つの細編み、このまま次のさっき2つを1つにしたところまで、ここまで編んでいきます。次の角まで来ました。次もこの3つを1つにします。こことこことここ、これはさっき2つを1つにしたところ、で次から次の角までまた1つに1つずつ、こことこことここで1つにします。この縫い合わせた糸に編んだ細編みで、最初の細編みで、次のここここここ、で次からまた1つに1つずつ、このまま次の角のところまで編んでいきます。さっき2つを1つにしたところとその前後、こことこことここで糸を出して1つにします。でまた
一つに一つ。最初の細編みに引き抜きます。3周目を編んでいきます。鎖1つ、細編みでマーカーで、次も1つに1つ、全部1つに1つずつ、これで1周します。ぐるっと編んでここまで戻ってきます。細編みで1周してきました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。で、とじ針で始末します。これが最初の細編み。その隣に針を入れます。これが1つ目、2つ目で、手前から向こうで、これが最後の細編み。最後の細編みに上から針を入れます。で、この下のここも通って裏に出します。で、大きさを揃えます。あとは隠します。これで襟ぐりは終わりました。袖を43センチ編んできました。玉編みの数を数えると1234566、最後は長編みだけ。この長さはさっき縫い合わせたこの襟ぐりに頭を通してみて、で仮に留めてみてちょうどいい長さにします。これはこの長さにもよるので必ず体に当ててみて長さを決めます。でちょうどこの模様のこの部分で終わらない時にはこの四角と長編みで調節します。私はここで終わってもう少し長くしたかったので四角と長編みをもう少しプラスしました。でこの状態で私は作っていきます。次は身ごろと袖を縫い合わせます。まずこの真ん中、こことここを合わせます。同じ幅になるように私はこんな感じで合わせて縫い合わせていこうと思います。
この幅の 2.5 倍ぐらいの糸を持ってきます。で今表が上になっています。私は表から縫っていくんですが、裏から縫っても大丈夫です。縫い目が目立たない方で縫っていきます。で、私はこことこの角、ここは長編みの上、なるべく等間隔で目立たないように縫っていきます。これで端まで縫っていきます。端まで縫ってきました。端は2回で、ここにちょうど糸端があったので、これと結んでおこうかと思います。で、この糸端は後で隠します。次は反対側も同じように袖を作ります。次は裾から脇を縫っていきます。まずこの裾のリブの部分、まず数を数えてみます。私は鎖8個で始めました。1、2、3、4、5、6、7、8。こっちも数えてみます。1、2、3、4、5、6、7。8個目は隠れているので、これを8個目にします。で、それぞれ合わせていきます。合わせ方は、これを横から見ると、これはこんな形になっています。同じ角度にしたいので、つなげるときはこんな形でつなげます。こっちが上で、こっちは下。こんな感じで、この形にしたいので、またこの向きに見ると2本見えて、この下の方、こんな感じで糸をすくってで縫っていきます。こっちではなくてこっち、長い糸端があったらそれを使って、なかったら新しい糸で、この糸はあまり長いと絡まってしまうので、ある程度の長さにして途中で糸を足していきます。で、新しい糸で、この端は2本の糸の下、こっちも端だけ2本の糸の下、
これでつながったので、次から合わせていきます。この端の鎖に見えるところ、これが端で、次の次はこっちのこの上のところ、でまたこっちは上の方で、ここに糸が通っているので、次はこっち、これが7つ目。7つ目とここを一緒にします。こっち側の最後の細編みで、これでリブ編みが終わりました。次からこんな感じで縫い合わせていきます。袖を縫い付けた時と同じです。まずこの細編みと細編みを縫い合わせていきます。で、私は今表から縫っていくんですが、どっちか目立たない方で裏から縫っても大丈夫です。なるべく目立たない方で合わせていきます。模様が揃うようにと縫い合わせていきます。脇の下では2回と縫います。しっかりとさせたいので2回しっかりと縫います。で、また袖の方、模様が揃うようにして縫い合わせていきます。で、ここまで縫っていきます。袖口まで縫ってきました。今細編みと細編みを合わせたところ、次はこのリブ編み、数を数えてみます。私は鎖5つで始めました。1、2、3、4、5、これが5つ目。
こっちも数えてみます。1、2、3、4、5。ここ目が隠れていると思います。だいたいここら辺に針を入れていきます。細編みのところが終わったら次はさっきも見たようにこれはこんな形になっています。なのでこんな形で重なるように縫っていきます。こっちが上でこっちが下で、こっちの下の方で針を入れます。こっちは重ねた時の上の方、2本あるうちのこっち側で縫っていきます。ここから糸が出ているので、もう一回細編みに、次からこの2本見えるうちの下の方で、こっちは上の方で、ここがちょっと見えにくくなっているんですが、ここら辺に入れていきます。端は2本の糸の下で、あとは裏でほどけないように隠します。で、他の糸端も残っていたら全部隠します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで53、横幅50センチ、袖は18の46、リブは 2.5 の7、下は5センチの37センチ、襟縫いは62、使った糸は 240g、玉の数で言うと7玉使いました。